千葉県流山市の流山駅に来ています。流山は配送する新選組が身を寄せた場所であり、近藤と土方、今生の別れとなった場所でもあります。まずは駅前の案内マップを見ておきましょう。流山駅から陣屋跡までは歩いて5分ほどです。他にも浅間神社、光明院、丹後の渡し跡、やっからの渡し跡などがありますので、合わせて訪ねます。新選組流山本陣跡です。ここに近藤勇の陣屋がありました。跡碑と説明板が展示されています。大政奉還後の新選組の動向について整理しておきましょう。1867年10月、徳川15代将軍慶喜は朝廷に政権を返上、いわゆる大政奉還が行われます。1868年1月、幕府側の組織であった新選組は新政府に対抗し、鳥羽伏見の戦いに参戦しますが、結果は敗北。優勢な銃撃を前に撤退を余儀なくされました。その後、徳川慶喜の警護に当たっていた新選組は紅葉鎮部隊と名を変え、新政府軍の足止めのため甲府に向かいました。もっともこれについては、扱いにくい新選組を江戸から追い出すための口実とも言われています。当時甲府は幕僚でした。江戸に迫る新政府軍よりも先に甲府城を制圧することで戦局が大きく変わります。しかし戦闘で減った大使を新たな歩兵で重用したため、大使の士気は低く、近代兵器の扱いにも不慣れでした。そのため近藤らは軍資金を使い、途中豪遊しながら甲府に向かったのですが、甲府はすでに板垣退助率いる陣商隊に制圧されていました。同年3月、甲州勝沼の戦いにおいて紅葉鎮部隊は壊滅。すでに拠点を制圧され、洋式兵法に精通した新政府軍を相手に勝つ術はありませんでした。その後、再起をかけて移動したのが流山でした。この段階ですでに井上源三郎、長倉新八、原田佐之助、沖田総司らは戦線を離脱していました。流山に移動後、近藤は長岡屋に本陣を構え、収容できない他の大使は光明院や龍山寺に分縮させました。当時の流山は町も大きく、江戸や水戸に近かったため、同志を募り兵力増強を図ったと考えられています。4月3日、新政府軍が北方の羽口の渡しから流山に入り、本陣を包囲しました。自分たちは南にある丹後の渡しから入ったので、追ってもここから来るだろうと考えていましたが、そうではなかったんですね。そしてその日の夕刻、薩摩藩士が長岡屋を訪ねます。内藤隼人と名を変えていた土方歳三は、なんとかその場をごまかしますが、その数時間後、飛地山から別動隊の新兵が官軍に砲撃してしまい、申し開きのため近藤勇が出頭せざるを得なくなりました。
この頃近藤勇は大久保大和と名を変えていました。近藤は切腹を覚悟しますが、土方はそれを押しとどめ、投降するよう説得します。流山を出立した近藤は、やっからの私から江戸川を渡り、越谷宿に出頭しました。一方土方は、近藤が時間稼ぎをしている間に、他の大使を連れて流山を脱出しました。そしてこれが、近藤と土方、今生の別れとなりました。新政府軍は、大久保大和が近藤勇ではないかと疑いを抱きます。近藤はさらに、新政府軍が本陣としていた板橋宿に移されますが、そこで新政府軍によって、加納鷲尾、清原清の2名が召喚されました。この人物はいずれも元新選組の大使で、近藤に殺された伊藤貸太郎の同志でした。二人は大久保大和と名乗る男の正体を見破ります。土方は勝海舟を通じて近藤の救出を試みますが、実を結ぶことはありませんでした。4月25日、近藤は板橋にて斬首されました。享年35歳、その首は京の三条河原にさらされました。この後は本陣周辺を巡ります。まずは浅間神社です。新政府軍がここに本営を置き、近藤本陣を包囲したと伝わります。神社の裏手にある富士塚です。富士山から運んだ土や溶岩が使われていて、実際に登ることもできます。流山線をまたぐ陸橋から見た飛地山です。ここから新政府軍に向けて砲撃されました。現在では市役所や公園などになっています。南に移動します。江戸川の堤防を登ってみましょう。丹後の渡し跡です。新選組はここから流山に入りました。光明院です。太子が分縮したお寺です。一茶ゆかりの寺でもあるようです。隣接する赤城神社です。重さ500キロに及ぶ大しめ縄が地元の人々によって作られています。やっからの渡し跡です。近藤はここから江戸川を渡り、越谷、板橋へと移動しました。板橋にある近藤勇の墓です。ということで、
今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。